はい、こんにちは、堀口教授です。今回は UFC323 のね、勝敗予想していきたいと思います。はい、なんか京二さん今日目が光り輝いてますね。違うよ、このライトで。奥さんのこのライトアップ技術。すごいなんかキラキラしてます。あ、そう。はい、ということで本日、展開予想メインにこちらも、勝敗予想していただきたいんですが、ご自身のね同じ階級のフライ級の試合についても皆さんどのように京二さんが見られてるかっていうのを聞きたいと思いますので、そこをねたっぷりお話しいただければと思うんですが、まず今回の UFC の大会 ATT の選手の方もたくさん出られるということで、はい、何名の選手の方が5人も出ます。すごくない？一つのジムから5人出るんだよ。すごいですね。しかも1大会にいっぱい大会やっている中で5名重なるっていう、せっかくなので京二さんよくご存知だと思いますので、こういう選手なんだぞっていうご紹介いただけますでしょうか。試合早い順から紹介していきます。はい、エジソン、ストライカーでキックが得意で、こう回転系のバックスピンキックとか、キックボクシング的なスタイルの選手ですね。多分ファイトボーナスとかも後ろ回し蹴りみたいので手を取ったりして、結構ハイライトとかで出てくる選手ですね。続きましてがマービン・ベットリー。仲良しですよね。みんな仲いいけどね、俺基本的には。特にでも私はお二人の絡みをすごく頻繁に見る、この選手はね打撃得意で、ATT 移ってきてからすごい寝技も上手くなってきた選手かなっていう。もともとボクシング的なストライカーですね。はい、階級はミドル級。はい、大きいですね。ミドル級です。続きましてクリス・ダンカン。はい、めっちゃ優しいね。クリス・ダンカン本当ナイスガイですよね。ダンカン選手は首の後ろに漢字の何でしたっけ？剣で生きるものは剣で死ぬみたいな、その漢字をこうバーってすごいですよね。太いもう首の後ろから腰あたりまでそういう生き方をしてるよね。根性ファイターだからさ。そうクラクラになった時にこう相手が来た時にバーンでこれで相手倒したりとかさ。寝技も得意だし打撃もバンバン打っていく。本当に総合スタイルって感じかな。ドーソン、グラント・ドーソン、はい、選手です。この選手はすごい寝技が得意で、寝技のコントロールがうまくて、もう倒してグランドゲームになってこうコツコツ当ててったり、決めがうまい選手ですね。あとはアレクサンダー・パントージャ。あ、そうだそうだったチームメイトだった。そう、しかも俺がね挑戦するって言ってる。そうでした。いいとこはね、ガチャガチャ攻めてって自分の得意なねその寝技にすぐ持っていける。でバックを取らしたらほぼ一本勝ちができる。すごい強い選手ですよね。UFC の大会に出る ATT の選手の紹介っていうのも注目してほしいよね。そうですね。そういう教授の仲間なんだみたいなね、そういう感じで見てもらえるともっと輪が広がるかなと思いますね。それでは行きましょうか。はい、メインの3試合、の展開予想メインで、勝敗予想までお願いしたいと思います。じゃあまずはブランド・モレノ選手 VS 平達郎選手。意外とさちょっとスタイル似てるんだよね。打撃もできて寝技も両方お互いできる。お互い身長ちょっと高くてやりづらい戦いになるんじゃないかなと思う。お互い身長高い者同士で、もちろんその平君は前回ロイバルとやって、ロイバル多分平君よりちょっとでかかったのかな。それでやりづらさを多分感じてたと思うの。自分より高い選手なかなかいないと思うから。モレノも身長高くて打撃のスピードもあって、寝技もお互い決めもあってポジションも取れる。すごいいい試合になると思うな。難しそうですね。これね、俺はブランドン・モレノがすごい打撃でどんどん攻めてくると思うの。で平君あまりカウンターを打つ素振りがないから、そこで飲まれちゃうのか、その平君がしっかり自分の距離を取って、自分の攻撃を当ててゲるのか、本当難しい試合になると思うな。例えば、そのモレノ選手が最初打撃でバンバン来た、そこにはやっぱり今言ったような、そのカウンター打ったりとかっていうのが対処法っていうか、そういう風に対応していけばいい。あとはそのやっぱ避けたり距離外しちゃったりとかなんだけど、基本的に俺が見てる平君って結構単発のイメージがあるの。連打はこうババババババって出さない感じかなと思うんで、ちょっとその手数で最初面食らうんじゃないかなと思うんだよね。
ブランドン・モレノがこう攻めてきて、まあそれも多分もう分かってると思うから、対策練習してると思うから、結構むずいなこれ。俺はブランドン・モレノが勝つと思う。ペースをつかむのがブランドン・モレノってうまいんだよ、自分のペースで。最後のラウンドだって自分が負けてると思ったらすごいめちゃくちゃでも攻撃をバンバン出していくの。それで多分ポイント取るのかとかすると思うから、俺はブランドン・モレノが勝つんじゃないかなと思ってる。平選手が勝つとしたら、やっぱ平君ストレート系得意だし、お互いやっぱ長いからバックも得意なんだよね。でもバック取ってお互い4の字組むの。それもお互い取られたら多分結構きついと思うの。だからタイプがちょっと似てるのかなと思うんだよね。例えばお互いがどちらかが取ったとするじゃないですか。その取ったその対処がうまいとかがどちらの選手がとかあるんですか？いや映像で見てる感じね、ブランドン・モレノの方がうまいのかなとは思う。取られた時の。で平君は取られた時を見たことはない。あまり今までそうか、そもそもあまり取られる場面がなかった。そこまで見たことないかなっていう感じ。それもすごいですね。俺はブランドン・モレノが勝つんじゃないかなと思ってる。なるほどです、ありがとうございます。京二さんはね、もちろんフライ級の選手じゃないですか。今回インタビューでもモレノ選手も平選手も京二さんの話が出たりとか、そこに対してこう思いがやっぱあるんじゃないかとかで思われると思うんですけど、結構京二さんはやっぱ別物として見てるっていう印象ですか？ライバルじゃないけどっていうよりかは、勝敗予想とかはもうフラットに対戦相手になるとか関係ないじゃん。本当に戦うってなってからですもんね、京二さんの場合は。別にもう対戦決まってからでいい話で。でもこれ勝つっていうだけでいいの？なんかで決めるとか判定とか。じゃあせっかくなのでそこまで予想いただきましょうか。俺はブランドン・モレノが判定で勝つのかなと思います。判定、分かんないよ。いいポジション取っちゃえばね。平君もやっぱこのバックの4の字でさ、この足をこうバキッてやった時とかもあるじゃん。そういうのもあるから、一概には言えないけど、ブランドン・モレノが俺は判定で勝つと思います。はい、わかりました。はい、続きましてフライ級セミメイン、アレクサンダー・パントージャ VS ジョシュア・バン選手。パントージャに力がやっぱこもってましたね。もう多分みんなも分かるように、もうジョシュア・バンはもうねボクシングスタイルで立ち技系だから、もう寝技切って打撃を与えるっていうスタイルだから。で対してパントージャはねガチャガチャ振ってって自分の距離持ってってくっついて、でバックチョークが得意な感じなんで、これも本当に自分のペースを取った方が勝ちだよね。パントージャがね寝技に持ってっちゃえば、パントージャが強いし、でそれを切れたらジョシュア・バンが強いじゃん。タックルとかって切られるとすげえ消耗するんですよね、体力が。やっぱりすっごく力使うんで、寝技ってやっぱ力結構使うんで、切られた側が切られた側がすげえ疲れるんですよ。だからそこもポイントかなって思うかな。やっぱ体力使いすぎちゃって初めのラウンドに。でジョシュア・バンが切ってでボクシング近い前でバンバンやられたら、ちょっと嫌だなっていう感じかな。5ラウンドですもんね、タイトルマッチだから。もちろんパントージャ何回もその5ラウンド経験してると思うけど、ジョシュア・バン結構見た感じでかいから体が、減量も結構してきてると思うの。大きくなるんですね。当日多分大きくなると思うから、力は強いと思うの。そこをね感じさせずパントージャがバックを取ってチョークを決めるのか、どうなのかなっていう試合かな。ジョシュア・バンは1回その10位圏外だったんだけど、そこからバンバンって勝ってきてタイトル挑戦に掴んだって感じだよ。あんま来ると多分みんな思ってなかったと思う。なんかそれなのにバンバンすげえいい勝ち方して、1試合やって2週間後かな1週間後かなの試合にまた出て、欠場かなんかが割と早い期間でババって来た感じ。それだけね何かあるんでしょうしね。やっぱ強みはあるよね。でもこの前回の試合とかで結構いい勝ち方してるから自信が持てたんじゃないジョシュアは。そういうのもありますよね。そういうのもあると。気持ち的な。さあ、勝敗予想はアレクサンダー・パントージャのまたチョークで勝つんじゃないかなと。バックチョークですか？バックチョークで勝つと思います。ちなみに何ラウンドぐらいで？早めに多分1、2、3で決めんじゃないのかな。2ラウンドぐらいで
バックチョークで決めると思います。おー、早いですね。はい、ちなみにこの前の、試合が終わってからはまだアメリカ帰ってないじゃないですか、パントージャ選手から何か連絡というか取り合いましたの？まあなんてパフォーマンスだよみたいな。おお。でもマイクの方が良かったなみたいな感じじゃない？ああ、なるほど。あ試合後のマイクの方が良かったな。そうで俺はすごい。こうやって笑って涙がこう出てる絵文字をあ、わははみたいな。そうそれだけなんだ、教そう授さん。俺いつもそんな感じだから試合終わった後に多分来てた。へえ、優しい。いやいや、まあね、仲いいからね。優しすぎるよ。いや、これはめちゃめちゃ皆さん聞きたかったレアじゃないですか、この話は。どうですか、教授さんはそれでこう終わってやっぱいろんなパントージャとのやっぱ話とかがやっぱ出てきたじゃないですか、ご自身もマイクで話せたりとかしたから。まあでも嬉しいけどね、まだそこにたどり着いてないから、まあでも本当にそのね、夢のねベルトに近づいてる、まあそれが一番のね嬉しいとこかなって思うけど、まだまだ精進しないとなっていうのがあるかな。わかりました。ありがとうございます。はい、さあそれでは最後の試合ですね。メインカード、はい、バンタム級メインイベント、メラブ・ドバリシビリ選手 VS ピョートル・ヤン選手ですね。はい、再戦ですね。で判定で勝ってます。メラブ選手が勝ってる。そう、で再戦。はい。まあね、メラブ無尽蔵のスタミナがあるからね、まあ、もちろんピョートル・ヤン選手ねすごい打撃うまくて、まあ立ちではね打撃打った後のもう誰も予想しないような回転系のねバックハンドブローだったりとかしてくるんで、読めないところもあるんですけど、いい膝蹴りだったり蹴りねハイキックだったりあるんですけど、もうメラブのねスタミナがありすぎて、もう何回切られようが何しようがずーっとタックルいけるんで。何なんですかね、そのスタミナの強さって。まあ練習量でしょ。練習量なんだ。やっぱりそこじゃない。あとはまあ遺伝的なものっていうか、遺伝的なもの、まあ、体の強さですよね。そうとか、その心肺機能の強さとか、それもあるんじゃない？まあこれも前回と同様、スタミナ切れた時にピョートル・ヤンがもうメラブがぐちゃぐちゃにして、まあ今回は俺はサブミッションで勝つんじゃないかなと思ってる。メラブが前回は判定、まあ1年半前は判定、今回はメラブが3ラウンドぐらいかな。3ラウンド、これもタイトルショットですもんね。そうじゃあ5ラウンドだけど、そう3ラウンドで勝つんじゃないかなと思います。なるほど。はい。ちなみにピョートル・ヤン選手が勝つなら、まあやっぱ回転系の技だったりね、やっぱタックル得意だからそれに合わせた膝だったりとか、やっぱメラブと1回対戦してるから、多分出方だったり映像もめちゃくちゃ見てると思う、癖だったりとか読んでると思うから、もう得意なことをさせないような組み立てにはしてきてると思う。で寝かされても立てるような練習はしてきてると思うけど、メラブのあり地獄にはまると思います。もうあり地獄って言葉がぴったりですよね。そう本当にそんな感じ。じゃあメラブ選手はスタミナがあるっていうことは、ピョートル・ヤン選手はまあ早い段階でできれば決めたいみたいな感じですか？まあそうだね、って思うかな。うわ、面白そうですね、この大会ね。いやすごいよ、タイトルショット2つあるし豪華すぎますね。で ATT 選手5人も出るからね。そうです。そこもね注目してほしいよね。はい、皆さんぜひ UNEXT さんで UFC こちらの大会も生でご覧いただければと思います。はい、お昼ぐらいの時間ですからね、確かメインカードも、そうだね。はい、比較的日曜日見やすい時間かなと思っております。はい、ではですね、京二さん、今日も展開予想、勝敗予想ありがとうございます。ちょっと質問が何点か来てたのでここでさせていただきたいと思うんですけど、前回の試合についてマットについてやっぱりちょっとお話ししてほしいっていう方が多かったんですけれども、UFC のマットやっぱりこう滑りづらいって話事前にも出てましたけど、実際に戦ってみてどうでしたか？まあやりやすいよね。足使う選手だったりとかはやっぱ滑んないし、本当にやりやすかったなっていう感じかな。やっぱそのマットだったから余計にこうパフォーマンス的にすごいいい動きができたみたいなとこありますか？まあそうですね。まあ自分はやっぱ足使うし、でクイックにこうガッガッってこう足も使うんで、本当に、すごいやりやすかったなっていう、まあ俺のスタイルにはすごい合ってるマットかなと思いましたね。例えるならヤスリって言ってましたけど、本当にそのぐらいザラザラっていうか、そうだね、ヤスリ。俺もちょっと寝技したじゃん、その時にもうここ血だらけになったから、まあでも俺はあんくらいの方が好きかな。なるほどですね。それってなんかちなみにその立ち技はやりやすいけど、寝技
が強い選手だったらやりにくいとかあるんですか？いや多分寝技もやりやすい。やりやすい。こう地面こうちゃんと使えるから。グリップが効くってことですね。そう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 。あともう一つなんですけど、ちょっとこうバランス崩したところ、それね、マットのあれがグリップが効きすぎてて、おなんか逆にこう滑る感じでやってたから、あ、そうだ滑んねんなみたいな、多分そういう感じ。でちょっと後ろにバランス崩しちそうゃったみたいな。そうそうそう。あ、そうだこれ滑んないやつだみたいな。クってなったからクって効きすぎたそう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 。でちょっとバランス、体重のバランスそうそうそうのあれがそうおかしくなっちゃったっていうことなんですね。それだけ。はいはい、はい、じゃあラスト、ケージ、やりやすい。はい、ケやっぱージは広いわけですね。やりやすい。はい、滑らない。壁になってやりやすい。一番大きいんでしたっけ？多分一番でかい。ヘビー級も同じね、あれでやるから多分でかくしてんだと思う。やっぱ大きいとどうですか？俺はやりやすい。だからもう足使うし。視聴者様から気になった質問もお答えいただきました、はい、ということで最後、UFC 今週末ですね。もうあさってかな、この動画が出る時、ね、UFC323 をね皆さんしっかりチェックしてみてください。 ATT 選手5人出ます。はい、はい、じゃあこんな感じでまたねー。